こんにちは。お元気ですか？今日は6月25日の水曜日ですね。ほんと1週間早いなと思います。今日火曜日かなと思ってたら、あの、水曜日だったんで、あれと思ってちょっとびっくりしてました。ここ数日はちょっとだけ暑さも緩んだかなと思って、やっぱりね、先週ぐらいの急激な暑さっていうのは体に応えたなぁなんて思ったりしてましたね。やっぱり私は寒いのより暑いの方が好きなんですけれども、というより寒いのが苦手って感じなんですけれども、それでもね、やっぱ真夏の暑さっていうのは結構体に応えるもんだよなって思いましたね。外に出てるともう危険みたいな暑さじゃないですか、近年はね。なので真夏もね、あんまり暑くなりすぎずいてくれるとありがたいなとは思いますね。暑さというかね、日本はすごい湿気がね多いからね、やっぱりまとわりつく暑さで熱中症にもね、湿気高いとなりやすいしね、ちょっとこう体に負担のかかる気温かなっていうのはね、夏はね思うなっていう感じです。その反面ね、エアコンが効いた涼しい部屋とかだとね、ああ気持ちいいとかね、ああ涼しいとかね、その時の快感はありますよね。あとはアイスコーヒーが美味しいとかね、ちょっと苦味を効かせたアイスコーヒー、ちょっと苦味があるグリーンティー、アイスグリーンティーとかね、そういうお茶系とかもね、冷たい飲み物がね美味しい季節っていうのはありますよね。あとはアイスクリームとかでもね、冬は評価がやっぱり食べる時代じゃない、食べる季節か。真冬とかはね、こってりしたアイスクリームは食べるけれども、氷系の氷菓のアイスってあまり食べないですよね。だからそれも夏のめちゃめちゃ暑い時期に楽しめる一つの風物詩って言ったらちょっと大げさなんですけどあれかなっていうふうに思ったりしてましたね。えっとそんな感じで季節がどんどん巡っていっちゃって、もう6月も末ってもう2025年が半分終わってしまうじゃないかっていう感じなんですけどもね、本当に婚姻矢の如しっていう言葉があるくらい、あれ間違ってないよね、今のことわざみたいの婚姻矢の如しで合ってますよね。もう本当に日時が経つのは早いって思いますね。よく言われるのが年齢とともにね、どんどん早く感じるっていうんですけども、それはきっと本当だろうなっていうのをね、今実感しております。私今48歳でございますが、ここ数日なんかね、思ったのは、なんかなんて言うんだろう、今世の中的にね、物価が高くなったり、米が買えねえとか、社会保険料がやたら値上がりしてるとかね、なんかいろいろ混沌としてる部分あるじゃないか、あるじゃないかってあるじゃないですか。あといろいろこの日本大丈夫なんかなみたいなね、対外的なこととかでもね、いろんな不安要素とかね、先行き見えないとかね、そういうのがあったりとかするんですけれども、なんかそれはそれでわちゃわちゃしてるとはいえ、なんか自分自身がね、なんつうかシンプルにちょっとやっときたいことをやっときたいなみたいな気持ちがちょっとふと生まれたりとかしたんですよね。っていうのは何かっていうと、私も人生半分くらい、もしくは半分以上過ぎてるっていう感じなんですけれども、死ぬ前にこれやっときたいなみたいなね、生きてるうちにこれやっときたいなみたいのをふと思いついた時にちゃんと瞬発力を使ってすぐやるっていうのをね、やりたいなっていう気がしてきたんですよ。いつ死ぬかわからないっていうのはもちろんあるんですけれども、それと同時にやっぱり自分が持ってる体のスペックですよね。精度が、運動能力とか、体力とかね、
そういうのが落ちてくるわけじゃないですか。あと気力とかもね、あと好奇心が湧くあれとかもね、やっぱり年齢とともに絶対変わってくると思うので、そういうのを全部トータルで考えると、今あれやりたいなとか、これ面白そうだなとか、今こう湧いたその感情ってめちゃめちゃ貴重だなっていう気がして、あの今この体力があって、今この状況だから興味が湧くっていうことはあると思うんですよね。あれ食べたいとか、あそこ行ってみたいとか、あれやってみたいとか、そういうのって、もし私が例えば80歳の肉体を持っている時同じように湧き上がるだろうかっていうふうにね、思ったりとかするんですよ。なんかその情熱って言ったらあれなんですけども、なんていうか、情熱があるなしで言うとない方が悪いみたいに感じるんですけども、多分なんていうのかな、その興味のこのベクトルというか、ベクトルじゃないな、ベクトルだとなんていうか、こう指してる矢印ですもんね。興味のなんていうのかな、空間みたいのがちょっと変わってくるような気がするので、実際48歳の私が25歳の私と同じ物事にぶち当たって同じ興味を感じるかとか、その感じ方とか全然違うと思うし、その時食べたいものとかやりたいこととか、こなんかめっちゃワクワクすることとか、やっぱ絶対全く同じ状況に佇んでても変わってくると思うんですよね。なんかそういう意味も含め、結構なんかちっちゃいことでも、なんかこれいいな、やりたいな、食べたいな、行きたいなっていうのは、その時その時の瞬発力を大事にしたいなっていう気持ちがちょっと起きたっていうのはありますね。なんですかね、やっぱりその瞬発力を一瞬でかき消すのはお金問題ですよね。何でもかんでもお金がかかるし、あとは忙しくて時間がないしっていうのもありますよね。うん、まずその二大かき消しはこの2つだと思うんですけど、お金と時間。私はね、時間は特に会社員とかじゃないので融通が利くので、その辺はね自分で捻出するのは簡単なんですけど、お金もね、もちろんあれですけれども、そのお金が何十万とかは別として、例えば1万円以内とかだったらね、それをお金をかけてちょっとやったことによってすごく気持ち的に満足したりとか、すごく活力がね、それを経験したことによってすごいいろんなことにやる気が出たりとか、違うことに興味が湧いたりとかして、なんか人生を循環させていく上での、それが活力エネルギーになって、結果的に頑張ってもっと働けたりとか、アイデアが出てそれがすごくお金につながったりとか、そういうのもあると思うので、何十万とかいうレベルでなければ、ある程度なんていうのかな、使ってみて楽しんでみて、その興味をしっかりと消化させてあげるっていうのはね、大事なんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしました。でそんな大げさなことじゃなくてもいいんですよ。あそこのカフェのケーキめっちゃ美味しそうだからちょっと行ってみよう、でもちょっと行くのめんどいなとか、ちょっとお金もね、最近物価高だからカフェ行って1200円くらい使っちゃうのもちょっと罪悪感感じるなとか、そういうちょっとしたこととかもあると思うんですけども、1000円とか2000円とかだったらね、瞬発的にやった方がいいっていうのがね今の私のあれかなっていうふうに思いますね。よく言う言い回しですけど、明日死ぬかもしれないしっていうのもあるし、今それが美味しいと思える健康とかね、味覚を持っているっていうことなので、その今食べたい、今行きたいっていうこのたった今チャンスみたいのを逃しちゃったらちょっともったいないなっていう気がしますね。もし自分が10年後ぐらいだったらね、そんなお手軽のことに興味が湧かないかもしれないですよね。だから今現在そのお手軽なことで興味が湧いて、なんかそれでちょっと行きたいなっていう矢印がね、しっかりピンと矢印が立つような感情を今持ててるのであれば、しかもね1000円2000円くらいでお手頃で
できるものなのであれば、それを消化しとかないと逆にもったいないっていう気持ちがあるなっていう気はしますね。すいません、今ちょっと洗濯機がね、脱水かけてね、もしかしたら今その音が入っちゃってるかもしれないんですけど、ちょっとすいませんね。編集とかでね、外の雑音をちょっとこう取れたりとかもするのはあるんですけども、ちょっとめんどくさいのでそれはしません。私 YouTube のね、この撮影というかね、撮影とか編集に時間をとにかくかけないっていうのがねモットーでやっておりますので、いいや、話が脱線しちゃったんですけど、それでね、今私がこうふとこれやりたいなとか思ったのは、すごくこう何でもないことなんですけど、こう何年も会ってない友人にちょっと会いたいなとかいう、別に今年じゃなくてもいいけどそのうち会えるかみたいなね、ちょっと遠方の県に住んでる友達とかね、あとは、直近っていうのかな、直近で言うと、この前に住んでた東京にね、久々にちょっと行きたい、東京の街ちょっと歩きたいし、その時の会社の同僚たちにも会いたいし、なんかわざわざ何かイベントとかそういうんじゃなくても、ちょっと一杯一緒に飲もうよみたいな、ちょっと飲みに来たわ、顔見に来たわぐらいの気軽さで、なんていうのかな、がっつり時間が取れなかったとしても、一瞬でもちょっと会えて立ち話するとか、お茶するとか、行くんだったらね、 LINE とかでちょっと連絡して夜にちょっとした飲みくらいできるぐらいにはしたいなとは思うけれどもそうそう、だからなんていうのかな、そういうこう気軽に急に思い立ったから行ったわみたいな、そういうのがね、それくらいのあれで、そうそう、私もこうなんていうか、引っ越してから4年数ヶ月も経ってるんで、もう4年ですよ。4年も今住んでるエリアから一歩も出てないんですよ、私。引きこもりしてたから、基本的に。でもなんていうのかな、そのお金の収入の部分では今全然まだ不安定とはいえ、一応ね、毎月の生活費だいたい12万くらい、10万くらいっていつも動画では言ってるけど、そのうち国民年金払おうと思ってるんで、12万前後っていう風に考えて、あのあれですね、それくらいは毎月どうにかギリ稼げてるとは思うので、ただね、結構なんて言うんだろう、月によっての差が激しいけれども、平均化したらそれくらいは稼げてるかな、稼げてますね、今のところは。ちょっとまたちょっと収入が落ちてきたから、ちょっと次の一手を考えなきゃって思ってたところですけども、でもこうどうにか自分を今養えているので、そこでね、生活費ぐらいしか稼げてない状態でちょっと遠くに行って旅行しちゃうとかだとちょっと怖いけど、でもそれを活力にしてね、また頑張って稼ぐアイディアも出るかもしれないし、なんかね、本当明日死ぬかもしれないし、体力も今が一番、今が一番かどうか分かんないけど、5年後の方がもしかしたらなんか運動とかしてて体力あるかもしれないけどそうそう、でもなんかこの瞬発力を大事にしたいなっていうのはね、思いましたね。結構私若い時から瞬発力を大事にするっていうのはいつも心がけてるタイプではあるんですけども、前もちらっと言ったけど、今やらなければ一生やらないっていうのがなんとなくこう自分の中で座右の銘みたいになってて、そうそう、なんかこれをね、結構迷った時にその言葉がね頭の中に出てきてっていうのはあったので、そんなにこう瞬発力がないタイプでもないとは思うんですけども、それでもやっぱりね、いろいろ引きこもってたここ数年の、いろんな事情もありまして瞬発力も落ちているし、そもそも動くエネルギーが自分になかったっていうのはあったんですけれども、今ねちょっとずつ一般人レベルに頑張って戻ってきてるので、その収入的にもメンタル的にもね、だから完全に戻るのを待たずともね、なんとなく今こう食べたいなとか
やりたいなとか行きたいなとかね、そういう感情が出てきてるっていうのはこうメンタル的にだいぶ回復してる証拠なので、やっぱりメンタルがおかしくてエンプティにほぼ近い時ってね、感情が全て死んでますからね。面白いとか興味が出るとかね、美味しいとかそういう感情も全部死んで死にまくってるので、だからこうなんかやりたいなっていうのはすごくこう生命エネルギーなんだなっていうのをね感じたりしてますね。ちょっと話がそれて具体的に何がっていう話だったんですけど、そうそう、ちょっとこう遠方のね他の他県とかに住んでる友人に会いたいなっていうのと、まあこう長距離移動するとすごくお金がかかるっていうのはあるので、そんなにこうたくさんにいろんな箇所には行けないけれども、ちょっとなんとなくこうインスピレーション的に思い立った場所にね住んでる友人とかにはちょっと会いたいような気がしましたね。あとはもっとこう身近なこととかで、うんとねちょっと楽器とかね、音楽ですね、ちょっとやりたいなっていう気持ちがちょっと湧き上がったりとかして、っていうのはちょっと何個か前の動画でクラシック音楽の話とかシューベルトの魔王とかのね話したじゃないですか。変な音楽、変じゃないですよ。中学の授業で必ずなぜか全国で覚えさせられるやらされる音楽とかね、なんかそれでちょっとだけクラシックの話をしたりとかしましたけど、あとクラシック音楽はたまに聞くけど、そんなオーケストラとかがあんまり好みじゃなくて、独奏曲の曲が好きとか、そんな話をちらっとしたと思うんですよね。だから独奏曲の中でもピアノ曲とチェロの曲、バッハとか結構好きだからチェロの曲とかパイプオルガンの曲とかね、そういうのが結構好みですみたいなことをちらっと言ったりしたんですけど、そんなことをちらっと言ったからなんとなく頭にあったっていうのもあって、たまに YouTube とかでね、多分魔王をね YouTube でちょっと検索して聞いたりとかしたせいだと思うんですけど、おすすめで結構ピアノの曲とかが出てきたりとかして、それでいろいろこうちらっとたまにこう見たり聞いたりとかしてたんですよね、ここ最近。そしたらなんか藤子ヘミングさんっていらっしゃるじゃないですか、ピアニストのね、藤子ヘミングさんがね亡くなられてたっていうのをそれで見て、ちょっとびっくりしちゃったんですよね。これ一回ちらっと見ただけだけどガセネタじゃないよね。なんかそれでちょっとびっくりしちゃって、でも年齢的にももうそういうご年齢で全然こう早くないんですけれども、でそれでこの去年とか一昨年ぐらいのちょっとピアノを弾いてるお姿のこの映像とかもちょっと見たりとかして、ご高齢でもう体は多分おそらくそんなこうヨタヨタぐらいの感じの運動能力になってるんでしょうけど、ピアノはこんなに弾けるんだなってことがすごい、やっぱピアニストなんだなっていうのがすごいなって思ったのと、なんかねちょっと自分もちょっとピアノ弾きたいなって思ったんですよね、その時。そうで私はね子供の頃はピアノをやってたんですよ。でも中学生の時にね、私小学校6年ぐらいから中学ぐらいにかけてかなぜかすごいピアノにはまったんですよ。もっと小1ぐらいからやってたんですけど、その頃あんま好きじゃなくてなんとなくやってて、でもなんかこう中学生ぐらいからすごいピアノにはまって、すごいピアノ弾いてたんですよね。ピアノが大好きになったんですよ、なんか知らんけど。で高校の時はね部活もやってたし、で部活やってるからそこそこもう夜7時とかに帰ってくるし、
で、週に2回スポーツ少年団とかで空手とかもやってたし、なんか結構中学生って、違うわ、それやってないわ、ごめんなさい。空手はもう小学生でやめてました。部活の時間と被るから無理でやめてました。ちょっと嘘ついちゃった今。だから中学生の時は部活でそこそこ7時とか遅くなるまでやってたし、朝練もあるし、だから結構中学生って忙しいですよね。だからそれでさらに家でピアノをね毎日2、3時間弾いてたんですよ。だから家の人間が私にあの勉強しないからっていう理由でもうピアノを禁止させられたんですよね。やめさせられたんですよね。でピアノに習うのはもちろん禁止だ、習うのもやめさせられたし、家でピアノを弾くのも基本的には禁止。勉強の気分転換とかでたまに弾くのはいいけど、こうなんかずっと弾いてるとかそういうのはダメ。基本的にはもうピアノ弾いちゃダメっていうことになったんですよ。あと同時に私その頃すごい読書もね、本にもハマってて、中学生ぐらいの頃はね、あのよくある赤川次郎とかにすげえハマってて赤川そういう系とかもね結構たくさん読んでましたね。小学生の時には江戸川乱歩にハマってましたね。なんかすごいこう王道なんですけど、だから赤川次郎以外にも、結構本自体読むのがすごい好きで、だからすごい本読んでてすげえピアノ弾いてて部活もやってて、だから勉強する時間一応ね個人的にはね普通にはやってたつもりなんだけど、ただ永遠にこうピアノ弾いてて永遠に本読んでるから、その2つを禁止させられたんですよ。本読んじゃダメ、ピアノ弾いちゃダメと。そうそう、それで高校に入学してからはピアノをまたやってもいいっていうね、あれだったので、一応高校入学してからピアノは再開したんですけれども、ただね高校に入ったら入ったで、自分でねすごくこう行きたい大学とかがあったので、自分でもう全ての時間を勉強に費やしたかったんで、おのずとピアノは弾けなくなってしまったというのはあるんですよね。そうそう、なんかそんな感じで、あとピアノをだから大人になったらやりゃいいじゃんって思うんですけど、なんかもうすごいピアノに嫌な思い出がついちゃって、なんかやりたくてもやれなくなって、なんていうか自分のこうかなり中学の時はピアノがかなりね自分の10% ぐらいは占めてたんで、ちょっとアイデンティティになりかけてたんで、なんかそれを無理にやめた時のなんか嫌な思いとかが読み上がってあのまたぶり返してくるんで、なんとなくやれなかったっていうのはあるんですよね、大人になってから。あと大人になって一人暮らしの家とかだとなかなかピアノって無理じゃないですか。ただ今の時代はね電子ピアノですごいお手頃な価格で、しかも小スペースっていうものもあるので、時代が20年くらいちょっとあれだったら、私も若い頃にもしかして自分で狭い部屋でもピアノをねチャッチーピアノでもいいから買ってたかもしれないですね。あとちょっと余談なんですけども、中学の時にそのピアノとあと本もやめさせられたっていう話をしましたけども、私5教科の中でね国語が結構得意だったんですよ。文章読解とかがすごい得意で、だから国語はね何もしなくても点数取れるから勉強とかしてなかったんですよ。でも読書をやめたら国語の読解力がすごい下がって、国語の成績悪くなりましただからなんて言うんだろう、本をたくさん読んだ方がいいよとかそういうんじゃなくて、なんだろう、もちろんね読みすぎて勉強しないのはあれなんですけれども、かなり読解力に読書をたくさんするっていうのは
関わっているんだなっていうのが身をもって実感したっていう話です。ちょっと話が前後しちゃったんですけど、そうそう、それで藤子ヘミングさんの話に戻るんですけれども、で今現在ねこの48歳の私が変なトラウマもあってピアノから遠ざかってた私がちょっとやっぱりピアノ自体はそもそも好きだし、私ピアノの音自体も好きだしっていうのがあるんですよね。あとその当時ピアノをねすることによって結構私のメンタルがすごい安定してたというかね、そのピアノでこうなんていうか感情をそこで消化させてた部分があるんですよね。消化というか消化というかね、発音がわからん、登って花の方の消化ですね。させてた部分もあるので、その悲しい時とかね、あとはムカついた時とかね、鍵盤に叩きつけるようにね、しかもちょっと激しい曲弾いてればなんかこいつ怒ってるんだなとかそういうのは傍から聞こえてても分かんないじゃないですか。ただそういう曲を弾いているとか、あとなんか悲しい時にそういう曲を弾いてたら別に単純になんていうかそういう感じの曲を弾いてるんだなっていうことにもなるんで、人目もっていうか人耳も何も気にせず、そこでピアノとね同化できてっていうのがねすごい良かったのかもしれないですね。だから精神安定とかねメンタルの面でもねこの楽器をやるっていうのはすごくいいと思うんですよね。あと、私くらいの年齢になるとねこれから年を取っていくにあたり多分脳とか脳機能脳みその機能とかエクササイズっていう観点からもすごくいいと思うんですよね。音を聞くっていうのもあるし、指を細かく動かすとかね、あまり使わない左手の指とかもねしっかり使うし、それで自分で曲の内容をなんていうのか、ここからここまでって頭の中で自分でちゃんと考えながらっていうか、そういう全体のなんていうかな 3D な考え方をしながらしかも音を聞きながらやっていくじゃないですか。だから脳みその運動としてもすごくいいだろうなっていうのはありますね。だからメンタルケアプラス脳トレみたいなねことはあると思います。で今ね一つ思い出したんですけど、私個人的にはなんですけどピアノって運動神経を良くする効果があると思ってるんですよ。これ別にねなんかのネットで文章で見たとか本で読んだとかそういうの全然なくて、私が個人的にそう感じているっていうことなんですね。でなんでかっていうと、私小学生の時は運動音痴だったんですよ。もしくは運動音痴というかと思い込んでた部分もあったんだと思います。運動できない子っていう立ち位置でずっと過ごしてきたので、変に一つの何かが突出しちゃうと、あれあの子運動音痴じゃなかったっけみたいなね、その運動音痴枠からはみ出ることを恥ずかしく思ってしまうみたいなところもあったんで、若干ちょっと手をわざとねその恥ずかしさとか先生からそういうレッテルを貼られてるので、良くも悪くも悪くもかここはでも悪い意味じゃなくて、あの子はちょっと運動がちょっと苦手な子だからねみたいなのはあると思うんですけども、いいや、とにかく運動はちょっと苦手だったんですよ。3月生まれっていうのもあって体格の差とかももともとあったとは思うんですけども、だけど小学校の高学年くらいからそれがだんだん普通になってきたんですよね。で体の変化っていうのもあると思うんですけど、私個人的にすごくある時から瞬発力がすごい出たんですよ瞬発力って素早く動くとかジャンプとかね、それが私は小学校低学年の時はどっちかというとトロいっていう感じですよね。運動ができない子って動きが緩慢というかノロノロっていう感じじゃないですか。でその瞬発力が出た要因としてピアノがあるんじゃないかなって思ってるんですよねなんだそれって思うかもしれないですけど、で結果的に中学の時にピアノはやめてしまったけど、その時、スポーツの部活をやってて、その時は決して運動音痴ではなくなってきてたし、
逆に一つの部分では瞬発力とかね、ちょっと持久力はね多分体質的にもともとあんまりないんですよ。あのそうそう、今いいや。とにかく瞬発力が大人になってから、特に20歳過ぎたとかね、20歳ぐらいからの瞬発力、あれ私って人より瞬発力あるよねとか、あれ私ってあれと思って、運動神経全体的に人より良くねって思い始めたんですよ。でその時なんかこう新しいスポーツとかやって習得する時とかに、こうすごく自分ってリズム感いいなとか思ったりとかしたんですよね。意外と運動ってリズム感関係するじゃないですか。何か体を動かした時とか動作とか、タンタタタンタンタンみたいな、いろいろ運動によってはありますけれども、それをなんとなくこう上手い人がやっているのをスポーツとかも真似ると思うんですよね。その真似る時のこのリズム感をこう目で見て音で聞いて、それを体で体現するのが結構楽にトレースできやすいような気がしたんですよね、他の人よりも。だから一度見たら結構できちゃうっていうのもちょこちょこあったりとかして、あれなんか運動神経良くなった、実際に運動能力も良くなったっていうのもあるんでしょうけど、多分この中学時代とか、小学校高学年くらいから特にハマってたピアノで、やたらとこうピアノを弾いてて、しかも私その頃激しい曲が好きだったんですよ。速い曲とか激しい曲とか、こう手とかを左右に大きく素早く動かす曲とか、なんかそういうのがすごい好きですごいやってたので、そこでこうこの脊髄から伸びてる運動神経の部分がトレーニングされて、この電気信号の通達がすごく良くなったんじゃないかなと思って、こう体にこう指令を出す、脳がこれだピンってして、それが脊髄反射みたいになるあれがすごい良くなったんじゃないかなと思って、それが結果的に全体的な運動能力を上げたんじゃないかなって思ってて、ちょっとそれは分かんないですけど、でも大人になったらいろんな運動をやるにあたって結構人よりよくできたっていうのはあるんですよね。もちろん苦手な部分はあったんですけども、一部分であれここの習得は得意だなとかいうのが結構出てきて、全体的に運動神経がいい方なんだな私ってみたいな常に考えるくらいにはなんかなってたみたい。ただなんかそれを大っぴらに見せるとちょっと恥ずかしいからちょっと隠すみたいなとこはあったんですけど、昔の癖かな、小学生の時の。それでピアノはこの脊髄反射として出る特に瞬発系がピアノでそこの神経が運動神経の本当のいわゆるその本当の神経体の運動神経の神経の部分の神経伝達のリレーがすごくスムーズにうまくいく、そこを鍛えられたんじゃないかなっていうふうにピアノでね思ったりとかしました。話がちょっとめっちゃいろいろ言っちゃったんですけど、ちょっと無理やり元に戻して、この48歳の今でございますが、ちょっと興味があるな、やりたいな、行きたいな、食べたいなっていうことを、何十万とかすごいかかるとかそういうのでなければ、お金がねそういう感情が湧いたっていうのは今の年齢だからこそ湧いたっていう貴重な部分なので、80歳になったら湧かないので、それを結構大事にしたいというかね、思い立ったことは瞬発力を使って、瞬発力って行動の瞬発力ですねを使ってすぐやりたいなっていう気持ちがあったと。ただ電子ピアノを買うかどうかはちょっと部屋のねこのレイアウトを考えたりとか、結構大幅にちょっと考えなきゃなんで、そんなね高いやつは買うつもりはないんですよ。10万円とかね、買ってみたら良くなかったとか、買ってみたらそんなにやんなかったとか、そういうのもあると思うので、3万前後ぐらいかなで買えたら買いたいなとは思ったりとかしてますね。その前にね部屋のレイアウトとかがちゃんと
なんて言うんだろう、いらないものを処分して、もしくはロフトに持ってって、洋服のショーケースとかも、洋服のショーケースっていうんだっけ、この洋服ケースとかもちょっと違うものに変えてちゃんと収納できる感じにしてスペースを空けられたらっていう話なんですけど、ちょっと今ピアノやりたいなって思ったんだったらやらないともったいないなっていう気がしたっていうお話ですね。で、もしやってみてね、昔は好きだったけど今はやってみたらそうでもなかったわって、そういうこともあると思うんで、それはそれでいいと思うんですよ。で、3万円くらいだったらね、別にこれ無駄になっちゃったなと思ったら別にね、またメルカリとかで売ってもいいと思うんで、別にね、何十万損したとかね、そういうんじゃないので、とりあえずやってみてもいいんじゃないかなって思ったりしたって話ですね。あともう一つそこで思い出したのが、年齢とかでね、ピアノとかだったらね、結構こう年齢がいってもやり始める人がいるので、全然おかしく、もちろんおかしくないし、ただの趣味だし、あれだと思うんですけど、年齢とかでね、こう二の足踏むっていうのを考えた時に、自分は別に全然二の足踏んでないですけど、なんか思い出すストーリーとして、なんかで聞いた、 YouTube かなテレビかななんかで聞いたあれですけど、60何歳とかのおばあさんが、おばあさんではないですね、今のご時世60代で、60代ぐらいの女性が私バイオリンやってみたいわって思ったらしいんですね。でももう60何歳でバイオリンなんてみたいなね、なんかそんなこうちょっとこうね、60代でバイオリンを初めてゼロから始めるなんて、そんなねみたいないい年こいてみたいなのもあったのかもしれないんですけど、それで結局やらなかったんですって。それでそのおばあさんが80何歳になった今、20年後の今、あの時バイオリン始めてたらもうバイオリン歴20年になってたのになっていうふうに思ったらしいんですよ。当たり前の話なんですけど、そりゃそうだわなって思ったんですよね。60何歳で始めるなんてって思うかもしれないですけど、死ぬまでにやったらバイオリン歴20年とかバイオリン歴30年とかなるんで、なんか全然遅くねえなっていうか、全然あれですね、結構な腕前におそらくなるでしょうねっていうふうに思って、で全然趣味でね、なんていうかこう、もう最初の難しい山はとっくに超えてると思うので、趣味でねこう楽しめるレベルぐらいにはね、全然余裕でねなれると思うんですよね。だからなんていうのかな、その例を考えると全然60代で何かを始めるとかね、遅くないなって、いや全然遅くないなとも思ってなかったですけど、なんか面白い例だな。バイオリン歴20年って言ったら結構なもんじゃないですか。もちろん若い時から始めた方が上達がとか言うかもしれないけども、一通り普通に弾けるようになってからは、その人の味が出るフェーズに入ってくると思うので、別にねプロのバイオリニストになるためのそこまでのテクニックとか必要ないじゃないですか。人が聞いてわあ綺麗な曲ですねみたいに、自分が聞いて気持ちいいわ心地いいわ自分で奏でる音がみたいなレベルになればいいわけじゃないですか。そうそう、だからなんかそれもなんとなく思い出したっていう感じですね。はい。私がね電子ピアノをすぐ買うとかそういうんじゃなくてまずはそもそもスペースを空けれるかとかね、やっぱりあと日々のねタスクに結構追われて、そういうのもどんどんこう伸び伸びになっちゃうっていうのもあるとは思うんですけども、ただなんかね最近思ったこととして、ちょっとねこうやりたいな行きたいな食べたいなっていうものを、瞬発力使って、特にね些細なことだったら特にすぐやった方がいいですよね。なるべくこう後回しにしないでやっときたいなっていう気持ちが起きました。気がついたら
瞬き2つしたら80歳ぐらいになってそうだし、まあ健康もね、今健康であるっていうことがね、とてもラッキーなことでもありますし、まあなんていうかね、就活みたいな感じはしますよね。ちょっと早めのプレ就活みたいなね。でもその就活は別に早く始めててもいいですよね。就活だからって自分がもうすぐ死ぬ気っていうわけじゃなくて、あと50年後のために就活今始めますみたいなのでもね、いいですよね。そうそう、会いたい人の方が先に死んじゃうかもしれないしね。なんだったらね、世の中何が起きるか分かんないですからね。ということで、そんなことを思ったっていう感じでございました。それではまた。